50歳でおなじみのみこです。いつもみこログをご視聴いただきありがとうございます。YouTube チャンネル登録者数2万名様達成いたしました。ありがとうございます。毎回皆様に高評価、そして温かいコメント、ハイプで応援していただいてるんですけども、なかなかお一人お一人にコメントが返せなかったので、質問コーナーを募集しました。そこでたくさんコメントをいただきましたので、抜粋して今回はご紹介していきたいと思います。はい。筋トレを始めたきっかけは何ですかとのことなんですけど、43歳の時に最後のダイエットと決意して始めたのがきっかけです。動画で説明してますので、そちらも参考にしてみてください。筋トレをしていなかったら今何をしていたと思いますか？何してるんだろう。それなりに楽しんではいたと思うんですけども、今みたいに充実はしていなかったと思います。で、運動もしてなかったですし、自分に手をかけてあげることをしてなかったので、ひょっとしたら病気になってたかもしれないですね。健康な動ける体を手に入れたということで、いろんなことにチャレンジできてるっていうことは本当にありがたいことだと思ってます。自分の好きなところ、嫌いなところは、好きなところは集中して一つのことを積み上げるっていったところは好きなところですかね。あと嫌いなところは逆に集中しすぎて歯止めが効かなくなって体調を壊してしまうっていったところがあるので、どっちもどっちって感じなんですね。あんまり考えたことなかったかな。好きなところ、嫌いなところ。好き嫌いがはっきりしてるところが嫌いなところ一番幸せな時間は、昔は寝る時間が一番良かったんですけども、今は食べることが一番幸せです。モチベーションがない日でも続ける方法は、筋トレに関しましては、とりあえずウェアを着てジムに行く。そしてジムに行って、今日はスクワットだけしようとか、なんか一つだけやろうって思いながら、とりあえず行ってみる。行ってみて体を動かしてると、いつの間にか1時間経ってるっていうこともあるので、とりあえず場所を移動させるっていうことは有効かなって思ってますね。で、モチベーションを上げるためにしていることはありますか？それこそ YouTube を12月17日から毎日投稿をするって決めてから、自分の中で目標を決めたんですよね。で、それに対して絶対やらなきゃっていうところがあるので、目標を決めていくっていうのもすごくいいと思うんですね。モチベーションを上げる下げるではなく、継続していくっていうことを念頭に置いてやっていくといいんじゃないかなって思います。他人と比べて落ち込むときはどうしていますか？ありますね。でも若い時ほど比べなくなりました。もうできる範囲っていうかね、そういったのが限られてきますから、私はここまでしかできない。でもここまではできるっていうのが大体分かってくるので、一日の中で精一杯頑張ったならそれでいいかなと。誰かと比べたりとかして自分ができないっていうのは年齢とともにしなくなってくると思います。今日一日終えた時に、これだけできたって思えればいいんじゃないかなって、自分と比べるっていうのが一番大切なんじゃないかなと思います。自分と比べることはいいと思いますね。他人と比べてもね、充実するかっていうのはまた別の話になってくると思うので、自分がきちっと一日やることをやって過ごせたら、それで OK だと私は思います。イライラした時はその場で伝えますか？それとも我慢しますか？昔はね、すぐに言ってました。負けん気が強いのでね、どうしても思ったことをすぐに口に出してしまうところがあったんですけど、我慢というか
一旦整理したりとかすることはあっても、どうしても伝えなきゃいけない時とかは普通に伝えたりはします。ただそこで怒鳴ったりするとか、例えば子供たちに何かを伝えなきゃいけない時に怒鳴っていうことはしないですね。疲れるので話し合いという形で言ったりしますね。自分がイライラして何か物に当たったりすることはないです。トレーニングをすると精神的にも変わりますか？変わります。これはパーソナルトレーナーとしてね、お仕事させていただいた時にもそうなんですけど、相対視という形でね、体の歪みを整えるお仕事もしてるんですけども、整えると精神的に安定していくっていうのはもう間違いないんですね。筋トレを通じて筋肉を作っていく、骨を刺激するっていうことはね、精神的にもね、安定してくるっていうのは影響あると思います。考え事してる時なんか特にね、ジムに行って体を動かしていく、終わった頃にはなぜかどうでもいいやみたいなちょっとスッキリしてるところもあったりします。考えたりとかする時なんかはね、体を動かしてみるっていうのはすごくいいかと思います。はい。筋肉痛の時はどんな気持ちですか？痛いですよねとても痛いです。プラス朝起きた時のね、痛みっていうのは体を動かす前のね、冷えだったりするので痛みを感じたりしますので、動かしていくと大体緩和されていくんですけども、筋肉痛プラス痛みっていうのはあります。トレーニング中の怪我を防ぐために意識していることは、トレーニング中の怪我というのはあまりなくて、むしろダンベルを戻したりだとか、プレートを片付けたりとか、した時に、ふと気が緩んだ時の怪我の方が多いと思います。トレーニングを意識している時以外の怪我っていうのは、注意してますね。今のところ大きな怪我は特にしてません。1日にどれぐらいトレーニングをしていますか？筋トレが40分から60分して、その後に有酸素運動をしています。週に何回トレーニングしていますか？今はですね、週に4日から5日ぐらいトレーニングに当てています。一番好きなトレーニング種目は何ですか？私の場合は分かりやすいっていうことで背中です。どのくらいのペース、強度でトレーニングしていますか？そうですね。これもペースというと、下半身と上半身を交互にしたりとか、強度っていうのは、その種目によりますから、自分でメニューを組んでやっています。高重量でやる場合もありますし、軽い負荷でね、高回数やったりとかして、引き締めなんかも取り入れてます。有酸素運動もしてますか？はい。毎回30分から40分ぐらいやってます。マラソンやランニング大会などのレースに参加したことはありますか？私の中で有酸素運動は一番の苦手種目になるので、大会出られる方はもう尊敬してます。なので参加したことはありません。肩甲骨周りにおすすめのトレーニングはありますか？さっき言いました背中ですね。腕から引くんじゃなくて背中から動かすっていうことが肩甲骨周りにあっても効果的です。肩こりの方にも本当に背中トレーニングはおすすめですね。はい。筋トレをして良かったことを5つ教えてくださいってありますけども、たくさんあるんですけど、1つ目は健康診断がオール A です。そして2つ目が全身のお肌が綺麗になります。そして3つ目、例えば暴飲暴食したとしてもすぐに戻すことができます。そして4つ目、いつでもすぐに動けます。はい。そして5つ目、筋トレを通じてですね、皆様と出会えたこと、本当に良かったなって思ってます。普段はどんな食事をしていますか？外食とかそういったイベントの時などはもう構わず食べて飲みます。食欲のままに食べます。好きなものを好きなだけ食べますね。それだけじゃね、どうしても体調を崩してしまいますので、普段は今のところは1800
800カロリーぐらいに抑えて、タンパク質、脂質、糖質っていうのをバランスよく食べています。サプリメントは何を飲んでいますか？朝はマルチビタミン、ナイアシン、L カルニチン、そして夜はリコピン、亜鉛、コエンザイム Q10 をとっています。食事管理ができなくても痩せられますか？痩せられますが、時間がかかります。とても。食事から調節することをお勧めします。ただカロリーをカットするんではなくて、さっきも言いました、タンパク質と、脂質と糖質、そういったものがきちっとバランスよく取れているっていうことを意識して、カロリーをね、計算していく方が、100キロカロリーを消費する運動ってなかなかしんどいですけども、100キロカロリーをカットする方が楽ですよね。運動するっていうことももちろんなんですけども、食事も調節していくっていうことは、もう最短距離で体を変えることになると思いますので、頑張っていきましょう。次はですね、なぜそんなに綺麗なんですか？どうしてそんなに美しいのですか？これはね、皆さんのお気持ちかなっていうことでありがとうございます。もともと美容のお仕事をしていたので、美容に関しては割と知識があるんですけども、筋トレをしてからの方がお肌が綺麗になったと思います。さっきも言いましたけども、食べ物と運動っていうのが大きく関係してくるんじゃないかなって思います。若々しい肌を保つためにどんな食事をしていますか？これも先ほどね、お話しした通りに食べたもので肌はできてますので、バランスの良い食事をとっていけば、お肌っていうのも変わってくると思います。アイライナーは使っていますか？こちら2種類なんですけど、キャンメイクのアイライナーですね。筆のタイプと、あとペンシルタイプ。これを2つ使っています。どちらもね、割と落ちやすいです。落ちにくいことはないです。運動すれば落ちますので、その都度直したりとかして使ってます。使いやすいっていう点で、こちらは愛用しています。結婚していますか？ということで、結婚していません。今はシングルマザーです。旦那さんや彼氏はいますか？パートナーがおります。はい。好きな映画はですね、次の質問の好きな俳優さんはになるとつながるんですけども、ミラ・ジョボビッチさんが大好きなんですよね。ミラ・ジョボビッチさんとシャーリーズ・セロンさんが大好きなんですね。アクション女優さんが大好きで、シャーリーズ・セロンさんは、オールドガードという映画がありまして、すごくかっこよくて大好きです。何回も見てます。ミラ・ジョボビッチさんはね、フィフスエレメントの時からファンなんですけども、バイオハザードで、大好きな女優さんですね。年齢もお二人とも一緒なのかな？ 50 歳なのかな？なので、なんか親近感が湧きます。好きなアイスの味は、31のキャラメルリボンが大好きです。キャラメルが練り込んでるアイスが大好きですね。トップバリューで1キロぐらいで売ってるやつを、私用と娘用に置いて食べたりしてます。ダメなんですけど、たまにやらかします。はい。次はですね、好きなラーメンは何系ですかって、ラーメン屋さんね、あんまり行かないです。ラーメン食べたいなーっていう時もあんまりないんで、あんまり行かないですね。でも、もし頼むなら、醤油系ですかね。あっさり、塩とか醤油とかあっさり系が好きです。好きなアニメはありますかって。意外とアニメオタクなんで結構見るんですけども、最近はインスタグラムでもそうなんですけど、海外の方に呪術廻戦の善院真希さんに似てるっていうことで、多分髪型だと思うんですけど、よく言われるので、ちょっと嬉しいですね。呪術廻戦もチェンソーマンとか、もう子供たちの影響で見てるっていう感じで、一通りは見てます。本当に50歳ですか？はい、間違いございません。本当に50歳です。
1976年2月生まれ、昭和51年辰年でございます。しっかり半世紀生きております。息子ももう23歳、娘も17歳、2人います。はい。なので、本当に50歳です。はい。以上で質問コーナーになりました。コメントたくさんいただいてありがとうございます。皆さんと初めてお会いしたのがこの50歳というキーワードだったと思うんですね。毎度50歳ということでしつこく言っておりますが、YouTube というのは一番最初に新しい方に配られるんですね。なので皆さん毎日初めましてなんですよね。ということで、私が50歳っていう風に言っているのは、50歳という年齢に対して、チャレンジを諦めてほしくないっていう思いが一つあります。どうしても私たちって、年齢によって諦めてしまうことってたくさん出てくると思うんですね。でその中で、50歳でもまだこれだけ頑張ってるっていうのが伝わればいいかなって思っています。毎日50歳というふうにオープニングでね、入れさせていただいています。しつこいだとか、もう分かったよとか、年齢の割に若く見られたいんでしょとか、いろいろ言われることもあるんですけども、そうではなくて、50歳だけどこれだけ頑張ってるよって皆さんも一緒に頑張りましょうっていうことの思いを込めております。なのでこれから50歳ずっと続きますので、引き続きお付き合いくださると嬉しいです。これからも一緒に頑張りましょう。はい。それでは次回の動画でお会いしましょう。みこでした。ありがとうございます。いっぱい噛んじゃってすいません。